やりたいことの、こっちだ、カメラ。やりたいことの見つけ方。Welcome to Bloom Life TV, the place to learn, share, and explore. はい、ライフコーチのけいこです。今日のテーマはね、やりたいことの見つけ方。気になるよね。やりたいことの見つけ方。まあね、就職活動とか転職活動するときって、どうせやるならやりたいことを仕事にしたいよねって思うことってありますよね。なんかそういうのが明確じゃないまま就職活動転職活動を続けていくと、気づいたら何社も転々と過ごしているっていう人もいるかもしれません。あとは何だろうな、やりたいことを見つけたいと思う時って、例えば子供を産んで、復帰しますと、社会復帰しますっていう時、保育園探し大変だと思います。そして最初の時はね、すごくお金が高いと思うんですけども、保育料を払って、で3日に1回は保育園から呼び出しをもらって、娘さんがちょっと鼻水がとか咳してますって言ってもらって、もう走り回ってるんですよね。ママたちは走り回りながら働いて、給料と保育料トントンというところで、こんなに苦労してまで私この仕事やりたいんだっけって思うことってあると思うんですよ。預ける前の段階でもね、子供を愛おしく思っているからこそ、なんかこの大事な子を預けてまで私って何したいんだろうと、どんなことを仕事にしたいんだろう、いやどうせ働くならやりたいことをやりたいよねっていうのがあると思います。なので、今日はそんな人たちにおすすめのやりたいことの見つけ方3つを紹介します。やりたいことの見つけ方その1は考え方の部分です。職業にとらわれない。どうしてもね、やりたいことイコール職業っていうのを一緒に考えちゃう人が多いと思うんですけども、一旦純粋にやりたいことを探す上では、ここの職業というのを外してみましょう。お金にならないと意味がない、すごくわかります。でもちょっとここではね、自分のコアと、つながるためにも、やりたいことっていうのにつながるためにも、職業という枠を一旦取ってみて、純粋にやりたいことは何なのかっていうのを探していきましょう。職業で考えると、そもそも知らない職業っていうのはもうやりたいことにならないってことですよね。選択肢がすごく小さく少なくなってしまいます。なので、やりたいことを探す上で職業を取ってみると、私の尊敬している CTI ジャパンコーチング養成機関のですね、 CTI ジャパンの創設者である榎本さんが2015年に書いた本当の仕事、これあゆちゃん出せるかなっていう本にも書かれているんですが、ちょっと読みますね。私たちは職業という小さな箱にうまく収まるほどちっぽけな存在ではありません。本当そう思うんですよ。まずやりたいことを見つけて、それがいずれ、職業になるかもしれません。もしかしたらもうすでに存在している職業かもしれないですし、自分が自ら新たな職業というのを作り出すということも可能だと思っています。っていうところから、まずやりたいことを職業にとらわないでやってみましょう。やりたいことの見つけ方その2、直感を大事に動く。直感って思うかもしれないんですけど、何なのかっていうと、やりたいことわかんないんだよねって言ってる人の多くは動いてないです。頭ですごい考えてる。あれもいいと思うんだよね、やってみたいと思うんだけどな、周りがどう思うかわかんないしな、あれもいいと思うんだよね、でもちょっと自分できるか分かんないしな、ああいうのやってみたいんだよね、ってね、常に何かと比較していたり、周りから見ないかと意識しちゃったりして、ずっとこう頭の中ですごい考えてるんですよね。なんですけど一歩も動いてない。もったいないです。失敗してもいいんですよ。まず小さな一歩から始めてみませんか。例えばなんだろうな、気になるテーマ、気になっていること、やりたいかもしれないって思っていることの習い事に行ってみるとか、ワークショップに参加してみるっていうのもそうかもしれません。あるいはなんかわかんないけど、この人面白そうだなっていう人と頻繁に会ってみるっていうところから何かヒントがあるかもしれません。メールを打ってみるでもいいです。
とにかくなんかアクションを取っていくっていうのを意識してみましょう。私自身はですね、ここへちょっと紹介すると、こう直感をもとに動いたっていうのが最近大きなトピックとしてあったのは、歌の教室に通い始めたんです。相当自分は歌うのが大の苦手で、マイクを持ってカラオケでも絶対に歌わないですし、もう中学生以来の音楽以来ですね、人前で歌うということを避けて生きてきました。で、なんでしょうね、なんかこうきっかけがあったんですよ。子供のプレイグループのクリスマス会で、お母さんたちが2人のお母さんたちがですね、心を込めて歌っていたんです。決して上手というほどでもなかったんですけれども、なんかね、その姿を見てこううるうる涙が出てきた自分がいます。これなんかちょっと歌うという表現をずっと避けていた私なんですけど、そこの扉をちょっと開けてみようかな、開けてみたら何が起きるんだろうっていう好奇心で、Singing for Absolute Beginners っていうですね、こっちの大人のコレッジ、コミュニティコレッジのクラスを3ヶ月間取ったことがあります。実際それで歌が上手になったかって言ったら、それはまた別の問題なんですけども、その3ヶ月受けたことに私は満足なんですよね。別にそれが職業になったことでもないです。でもなんかこう自由に、もっと自分を自由に表現していいって言って、でカラオケでも歌うようになったし、なんかこう一つの扉が開いたっていう感覚が今でもありますね。ちょっと余談でしたけれども、まず自分の可能性、自分が興味あることに向けて動くっていうのをおすすめします。はい、それでは3つ目いきますね。やりたいことの見つけ方、その3は Follow your resonance。 はい、カメラが動いちゃうねこれ。Follow your resonance。心の響きですね。resonance。響いた方向に行きましょうということですね。たくさん動いていく中で、やっぱり違ったなっていうこともあると思うんですよ。全然それで OK なんですけど、なんか日々の生活でじわーってする、じんわり自分の心が満たされる瞬間、それも響いてるっていうところですね。あとすっごいワクワクしてくる、それも響いてますね。あと私の場合ですと鳥肌が立つとかね、涙が出るっていうのも響いてるっていうところだと思います。なので自分の心の響きに従って動いていくと、あるいは動いていった先に自分心響いてるかな、響いてないかなっていうのを見ていくことで、本当にこう無駄なものが取れてきて、やりたいことっていうのが見つかってくると思います。ここでも私の例を紹介すると、まさにやりたいこと、コーチングですね。コーチとして生きるっていう、そのコーチっていう仕事との出会いもですね、私の心の響きからやってきました。出会いました。元は、私大学時代ずっとラクロスをやってましてね。で社会人になってから、学生とか社会人のコーチをする機会があるんですよ。でいろんなレベルのコーチをしていて、で、コーチってなると技術をねサポートしたり、もちろんメンタルの部分サポートしていくんですけども、なんかねやっていくうちに私全くラクロスの技術を教えることに興味がないんですよ。戦術を考えるとかいうところにもね。それよりもいかにこう選手一人一人がこの大量の時間をラクロスということに費やすのであれば、それがその後どんな人生に役立つ、どのように人生に役立つのかっていうのをぜひ考えてほしいというところにすごく熱くなってたんですね。なんかこうね、その先にこの経験がどう生きるのかっていうのを常に見てて、だからその選手の姿勢であったり、コミットメント具合とか、どうせやるなら本気でやろうよっていうところにすごく熱があったのを今でも覚えていて、なんかそこから別にラクロス、もちろん役に立てるのならばラクロスコーチっていう形もありだけれども、もっと大きな枠でラクロスっていうところじゃなくて、人の何かを決める時とか勇気を持って生きる時、決断していく時、あるいは生き生きと生きていくためにはっていうところをサポートしたいというので、コーチングという職業と出会ったのが、ここもそもそも始まるきっかけでした。なのでですね、皆さんもぜひ Follow your resonance で、
やってみてください。はい、今日はこんなところです。今日の皆さんへの質問は何でしょう。ででん。はい、いきます。皆さんがやりたいことを探すために始める今日の一歩は何ですか？どんな些細なことでもいいです。あなたの一歩をぜひ教えてください。はい、Bloom yourself, bloom the world. Let the world see the gift that you only have. You have the gift, okay? Let the world see it. Okay. じゃあ次回までさようなら。チャオチャオ。